こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日は、私さ、今日久しぶりに講座のフォロー会をやったんですよね。今年4月か5月か日本に帰った時にライトワーカー、もうほんと最後のって感じなんですけど、ライトワーカー講座の対面講座っていうのを2回やったんですね。でそのうちの一つのクラスのフォロー会っていうのをやって、インド帰ってきてから2回目かなやって、ここに、何人だろう、5人ぐらい来てみんなで話とかさ、チャネリングやったりしてたんですけど、こういう会がねやっぱすごい大事だなと思うんですね。ほら、例えばさ、講座とかやった時も、もう多分私はもう講座とかはやらないんですけど、そういう講座とかさやった時にやっぱこうフォローっていうのはすごい大事だと思うんですよ。やっぱこうどういう風な過程でみんなこう成長していくかとか、あとやっぱりその成長していく過程ね、こういうスピリチュアルなことをお仕事にしていくとすると、その時その時にやっぱりさ疑問とか出てくるんですよね。変化していく過程で疑問が出てきて、そういうのをみんなで相談し合ったりとか、あとはその何て言うのかな、私もやっぱその変化していく姿っていうのがすごくやっぱり今日見てて面白いなって思ったんですよね。何ヶ月だ、4月からだから45678、9月だもんね。5ヶ月間の間にあんな変わるんだって感じなんですよね。あのねやっぱみんなやっぱ高次元につながると変わるね。だからやっぱチャネリングとかすごいし、一人の方はやっぱり統合のワークを頑張ってるというかね、高次元のエネルギーを、ゼロポイントに立ってこう高次元のエネルギーをさ、こうなんていうのかな、やっぱこう浴びてる、自分とこう高次元と一体化してるっていうのをいつも、常に意識してるっていうのを今やってるって言ってたんですけど、すっごいすっきりしてたんですよ。見ててわーと思って、やっぱ高次元のエネルギーにつながりだすと、やっぱりなんていうの、やっぱりカルマの浄化じゃないけどさ、思い込みとかがどんどん外れてくるなっていうのと、あとみんなやっぱりこう思い込みとかをいろんなね手法とかも習ってきてると思うんだけど、本当にねこまめに取ってるみたいで、すごいこうなんていうのかな、変化したな。もうチャネリング力とかもすごい上がってたね、見てて。これはやっぱりさ、なんていうのかな、お仕事にやっぱりしてる方っていうのかな、こういうチャネリングとかお仕事にし始めた方も何人かいるんですよね。で見ててやっぱりもう自信、全然顔つきが違うというかね、やっぱりこう一歩一歩進んでいくことによってこうやってこう自信つけていくんだなとか、その時に出てくる疑問とかがあるんだなって見てて、すごい楽しかったというか、だからこういうことを教えてる人も1回でさ講座を終わらすんじゃなくて、1回で、セッションはいいんだけどね、やっぱりこうフォローしていってあげるといいと思うんですよね。本当にね、人を育てていくというかね、見守っていくっていうのがやっぱりすごい大事だと思うんですよ。なぜならやっぱりその何て言うんだろう、変化していくからね、人っていうのは。それをねやっぱ見守ってあげることによって自信を持ってこう歩んでいくんだなっていうのを見ててね、そうやっぱねこうハイヤーから来てるんですよね。人を育てていくっていうのがすごく来るんですよ。育てるっていうことがね、私子育て下手ですけどもう子供に育ててもらってるけど、やっぱこう愛を持って見るっていうのかな、そういうのはできるかなっていうか、やりたいんですよね。人が成長していく姿っていうのは本当に自分も本当に嬉しい気持ちになったりするから、そういうのをねやっていくといいんじゃないかなと思いますね。でね、面白かった、今日のは本当面白くて、みんなね宇宙系になってきてたんですよね。宇宙系なんかね、スピリチュアルでお仕事とかさ、スピリチュアル系だったんですよ、講座やった時とか。私宇宙のこととかもお話ししてるけど、みたいな感じだったんだよね。みたいな感じだったけど、もうねやっぱねエネルギー的にもう宇宙のことがやりたくてしょうがないっていうのかな、
本人は気づいてなかったりするんですよね、こういうのって。だけどもうなんか物足りないんですよ。地球的なスピリチュアルじゃ物足りないみたいな、なんかエネルギーが有り余っちゃってなんだろうみたいな、エネルギー回したくてしょうがないみたいな、なんかそういう人もいたし、なんだろう、もうねやっぱ宇宙系だな、宇宙系来てますって感じだね、やっぱりね。やっぱさ、こう今世ってアセンションの時じゃないですか。アセンションゲームとか言われてるけど、要はさ、やっぱこう本当の自分を思い出して自由になっていく時なんですよ。で、自由って何かっていうとさ、スピリチュアルな世界だとすると、やっぱりスピリチュアルの中にも枠があるんですよ、いっぱい。ああしなくちゃいけない、こうしなくちゃいけないみたいな、そのなんていうのかな、このステップ踏むとかさ、そういうことやってるとまどろっこしいんですよね、本当に。で、宇宙ってやっぱ自由なんですよ。もう何でもいいよみたいな、好きなようにやっていいよみたいなのが、要はハイヤーセルフであり高次元であり、そしてこれが本当の私たちは自由な存在ですから、やっぱもうね、もう魂とかハイヤーが言うんだよね、宇宙系で行きたいみたいな、宇宙系でやりたいみたいな感じでやってて、で、どこの星から来るか分かんない、どこの星から来たのか分かんないとか言ってて、でもやっぱりこうさ、話してる時に、じゃあこの人どっから来たとかさ、そういうのを話してた時に、やっぱもうエネルギーで読めるというか、ここな気がするとかさ、途中から降りてきたりとか、そうやっぱりその個性っていうか、その人のエネルギーとかがだんだん読めてきたりするんだよね。ここが強いんじゃないかなとか。そうだから宇宙系を意識しだすと、やっぱりどんどん開いてきたりするし、能力も上がってくるっていうのもすごいわかるしね。だから宇宙系でやりたい人ってたくさんもうね、今すごい多いと思う。で、私のさ、結局私YouTube 始めてから今ちょうど1年なんですよね。8月、私本当にこれすごいなと思ったんだけど、去年の8月の15日から始まったんですよ。オンラインサロンを始めたのも8月15日だったんですよね。ちょうど1年ですよ。1年前に子供におっぱいあげながら宇宙語しゃべるみたいな動画あげたんだよ。でもあの時からもう私は宇宙系でやってたんだと思ってこう見てて、いろんなほら YouTube やってる人いるじゃないですか。そうで、なんか私どんな感じで最初やってたのかなと思ったら、宇宙系だったのね、最初から。そうでさ、スピリチュアルな人も多いんだけど、もう宇宙系解禁ですから、宇宙系やっていくといいですね。気づいてる方はどんどんもう自分は宇宙系チャネラーとかさ、宇宙系ヒーラーとか、なんていうのかな、もしね自分の出生の惑星とか縁のある惑星、星とか分かってたら、アンドロメダ系アキコとかさなんかそんな感じで名前つけちゃうんですよね、ピンとくるところ。そうするとそのね星のサポート入ってくるし、なんかどんどん開くと思うのね。だから宇宙系で行くといいと思う。で今求められてるんですよ本当に。YouTube の登録者も私もどんどん増えてるし、なんだろう、とにかくやっぱり反応がいいんだよね。皆さんが求めてくださってるっていうのの、私の動画の中で出してるところに答えがあるっていう風に言っていただく方が多いので、やっと出会えたみたいなやっと出会えたみたいな、言っていただくんですけど、この宇宙系で出していって本当のことを自分でもう話していいんですよ。話せる時が来たって感じだね。やっと解禁されたから、ガンガン宇宙系でいきましょうっていう感じをここで発表したいと思います誰にみたいな、そこを本当にね、できる時来たんだね。すごいなと思いましたね。で本当に今日講座のフォロー会をやってた時に、みんなのエネルギーがそっちの方にもうやりたくてしょうがないっていうのが伝わってきて、本当に宇宙系で行きなよみたいな、あとは本当にお伝えしたのは共同創造だねって。要はもう自分のこれからやっていくメニューっていうのかな、こういうスピリチュアルなことだとすると、やっていくメニューは自分とハイヤーセルフとか自分と高次元の存在と作っていく時なんですよね、メニューを。
すごいなと思うんだけどね。そう自分だからこう地球的なこうやって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 みたいなテクニックとか習い続けてても、もう物足りない探し続けるまどろっこしいが出てきちゃうから、そうここを要はもう高次元と一緒に共同創造共同開発する時っていうのかな、それがどこの星なのか分かんない、自分の縁のあるところなのかもしれないし、アセンデッドマスターなのかもしれないし分かんないけど、ピンとくるとこですね自分が、そこと一緒に作っていくっていう時なんですよ。それが楽しいんですよ。それが楽しいし、それが自由だし、それがクリエイティブだし、それができるのがスターシードって感じですよ本当に。そうこれが本当にねはっきりしたね。だから今日 YouTube 何にしようかな、あきこさんは YouTube 喋る時何を喋るんですかとか言ってて、そう今日仕事の話しようかなとか言ってたんだけど、結局また違う方向になっちゃったねなんか宇宙系で行ってくださいみたいな、宇宙系で行きましょうよみたいな感じかな。そう勇気がいるとは思うんだけど、やっぱりもう時代が求めてると思うんです。時代が求めてるし、宇宙からのサポートもすごいし、やってる人はとにかく圧倒的に少ないです、スピリチュアルの中でも。だからやった方がいいよ、そういうメニューを出したら売れるというかさ、やっぱりすごい求められてるから、すごくそこに殺到するんじゃないかと思いますね。私自身はそうだな、そういうメニュー、もうスピリチュアルなことをメニューにするっていうことは多分あんまないんですよね。今ちょっと違う方に来てるし、好きでやっぱりやるんだけど、やるとしたらだからちょっと大人数の人たちとワークしていきたいみたいなところがあるから、その辺りはやっていこうと思うんですけど、もうたくさんのさ、やっぱりスターシードの人たちがもう出てきてる、素晴らしい才能とか能力を持った人たちが出てきてるから、その人たちに委ねるというかね、それぞれの役割がありますから、その人たちの方が能力高いですから私がそんなやんなくてもっていうところもあるしね。だから宇宙系でやっていきたいって思う人は思い切って宇宙系で出していくと本当にいいと思いますね。で新しい世界が本当に広がっていくから、私も本当にYouTube を出してから1年間なんだっていう感じなんですよね。全く違う人生を、だから本当にね、宇宙のことに意識を向けてからのこの速さっていうのはすごいですね。やばい速さですよ。光の速さみたいになっちゃってるよね秒速じゃないですよ、もう光の速さみたいな、感じを感じましたというかね、そういう感じですね。であとはね、やっぱり動画の中とかサロンの中でももっと出していこうと思うんですけど、やっぱりどんどんお金を受け取ったり仕事として自由な生き方とかね、お金を受け取るっていうどんどん大きなお金もどんどん受け取る時ですから、やっぱり働き方はね、結局会社に属してると収入が限られるんですよね。だからやっぱ自由な働き方、もう自由っていうところが大事だから、高次元と共同創造しながら自由な働き方、自由な考え方、本当に自分が自由になっていって解放される時が今なのかなっていう感じで思っています。これからもね、こういうことを発信していきたいと思っています。宇宙のことがね気になるっていう方は本当にスターシード、宇宙由来の本当に魂を持っている方だと思いますので、いろいろそういうので検索してみたり、私の動画見ていただいたり、あとはもう本当になんていうのかな、たくさん情報はネットの中にもありますからね、そういうので見ていただくといいんじゃないかと思います。そしてスピリチュアルを仕事にしている方は宇宙系としてねどんどん出していくと、たくさんの方たちの目覚めに貢献すると思うし、自分も本当に恩恵を受けますから、おすすめっていう感じですね。はい、ではまた撮りたいと思っています。ではでは。